皆さん、はじめまして、こんにちは。レイドシャドウレジェンド日本公式アンバサダーの BS エクリンです。いつも動画やライブ配信を見に来てくださってありがとうございます。この動画もいいねと思ったら、グッドボタンを押していただけると励みになります。どの動画もかしこまって喋ってるので、この動画ではできるだけライブ配信に近いように話してみたいと思います。できてますか？昨日はライブ配信中にイベントダンジョンのポンティフ・オーガスティンに挑戦しました。ステージ31までクリアできましたが、ステージ32は1時間頑張りましたが勝てませんでした。ステージ31以降はチャレンジステージでスタミナ消費せず、勝利するとバサルトやレリック素材、ジェムストーンが報酬としてもらえます。悔しくて配信終わった後もさらに1時間、ステージ32のオーガスティンと戦っていたところ、勝てましたので動画にまとめたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。メンバーはリーダーにファビアン、ニーヤム、ヒーマン、ギャラティール、クイーンです。レイドシャドウレジェンドは英雄が900体以上いるので、この5人全員お互いに揃ってる、同じ英雄を持ってるということはめったにないかなと思います。私自身も持ってない英雄まだまだたくさんありますし、なのでご自身の持ってる英雄でこの組み合わせはどうだろうかという風に参考になったら嬉しいです。アンコラが蘇生持ちなのでずっと最初に倒そうとしてました。硬くて倒せないんですよね。倒そうとしてるうちに他の英雄に倒されてしまう。なのでアンコラを最初に倒すのを諦めて、ダメージがきついと感じたナルセスから倒すことにしました。アンコラは蘇生持ちには変わりないので、封印を入れてデスブランドで蘇生を阻止させながらアンコラ以外の手下を順番に倒していこう作戦です。ただこの後ご覧いただくと、クイーンの蘇生阻止、全然役に立ってるようなタイミングで出すことができませんでした。もし参考にしていただくなら、クイーン以外の蘇生を阻止できる英雄を使ってみるのもおすすめです。敵の攻撃がきついので、ミーヤムでシールドを作っています。クイーンのスキル3でみんな行けー。ただし、あまりダメージ入らず、愛情を込めて育てたヒーマン、スキル3の全体攻撃。ここでナルセスの HP が半分くらいになりました。じわじわとナルセスを狙っていきます。ヒーマンのスキル2でナルセスを攻撃。ここでナルセスの HP あと4分の1。アンコラやロサンケレスが硬いので、ヒーマンの魔力属性よりも精神か理力属性の方がいいと思って、アタッカーを変えて試行錯誤してましたが、もう最後だと思ってヒーマンに戻してよかったです。ヒーマンは何度も何度も装備や象形文字、レリックのジェムストーンなど、覚醒も6までしているし、見直しなどしてきて愛情こもってます。今のダメージ基準が HP と攻撃力なので、HP 結構持っているので、割と打たれ強いのかなと思いました。ここでヘジモンを狙いました。もしナルセスを倒しても、クイーンのデスブランドがついていないから、蘇生されちゃうなと思って、ここでニーヤムとクイーンが倒されます。デスブランド作戦は大失敗。ヒーマンのスキル3でナルセスとヘジモンを倒しました。ここでやっとガラティールさんの出番。仲間を蘇生させていく。そして回復。必死に蘇生させて回復しているうちに、気がついたらナルセスも蘇ってました。クイーンがアンコラのシープにかかる。めー。アンコラに蘇生されたくない。バフを剥がしてもまたついちゃう。シールドついてると硬すぎです。こんなにターン回ってるとヘジモンも蘇生されちゃいそう。
思ったところで先にファビアンのスキル3が出せました。危なかった。ファビアンのスキル3で蘇生させない。動くなと思ってました。ニーヤムのパッシブのダメブロが強いけど、スキル2のシールドも活躍しました。またナルセスを狙っていく。倒せそうだけどまだまだ気が抜けない。そう思いながら戦っております。ダメ風呂入りました。エンドレスにならないかと心配しましたが、ここでヒーマンのスキル3、ナルセスとアンコラを倒した。ちょうどどちらも HP がだいぶ減ってきていましたね。ボスへのダメージが83万でびっくりしました。今現在レリックのザ・キャッツゲイズにミスティックのジェムストーン、ボススレイヤーつけてるからかな。ボスに対するダメージが 10% アップです。ギャラティルさんにヒーマンを起こしてもらう。ロサンケレスが硬い。バフが1個もついていないのに、ヒーマンが攻撃してもびくともしない。なので、ロサンケレスは立っていてもらって、ボスを集中攻撃することにしました。私はあまり装備など付け替えて使うのは、戻すの忘れちゃうので苦手なのですが、今回一つだけ変更したことがあります。ボスのオーガスティンに祝福のライフハーベストがついているので、蘇生された英雄は HP 破壊されちゃうんですよね。HP が少なくなっちゃいます。最大 HP がかなり少なくなっちゃいます。これがかなりきつい。この対策でニーヤムの祝福をミラクルヒールにしました。スキル3で回復した時に自身や仲間の HP 破壊を少し回復する作戦。見返してみたけどほんのわずかに回復してたくらいかな。蘇生にならないように、かつ剥がされないように、プロテクトされたシールドとダメージブロック。そしてファビアンのスキルクールダウン延長。アタッカーの大ダメージが勝因だったのかなと思います。クイーンのスキル1で防御力ダウンのデバフが入ったのもちょうど良かったです。じわりじわり。ガラティールさんがデバフを剥がしてデバフブロック。回復。ここでもファビアンあっという間に倒されちゃうので、最後の最後まで気が抜けないですね。他にもクロカットにも愛情を込めていてダメージ出せる方ですが、打たれ弱いのか私にはこのイベダンでは使いこなせなかったです。もうここまで来ると、あとは勝てるかなと思いながら、ドキドキしながら戦っております。ファビアンのスキル3はとても活躍しました。1つ前か2つ前かのイベントダンジョンでも使ってたなと思い出して、ファビアンを入れたことでバフ時間短縮と敵のスキルクールダウン延長をかけました。敵のスキルクールダウン延長を入れることで強力な攻撃されにくいので長生きしやすかったかなと思います。間もなくですね。間もなくボス倒せそうです。最後ヒーマンのバチーン。勝利。アサルトとレリック素材ゲット。このステージめちゃめちゃ強いのに報酬が渋い。もしかして強さの修正が入るなんてことないかな。
なんとかステージ35の報酬に手が届くくらいにしてほしいですね。このままじゃ世界で数名しかステージ35をクリアできないんじゃないかな、なんて思っちゃいました。もし修正入ったとして、修正後にこの動画をご覧いただいても、そんなに強くないステージ32を苦戦してた動画と思わないでください。この動画は修正入ったとしても修正前です。修正されるかは私の想像です。この先のステージ33も挑戦してみましたが、勝てなさそうでした。敗北。このダンジョンは期間限定ですが、まだ現時点であと7周残っています。ぜひご自身にとって楽しめるところまで戦ってみてください。今回あまり進めないとしても、今後のイベントの時に内容は違うけど、あの時はこのくらいまでしか行けなかったけど、今回は結構進んだと楽しんでいただけるかなと思います。最後に、レイドシャドウレジェンドの公式からアサシンクリードコラボの壁紙が配布されています。URL を概要欄にも貼っておきます。無料でダウンロードできますので、スマホやデスクトップの壁紙としてよかったら使ってください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画やライブ配信も見に来ていただけると嬉しいです。またねー。